お疲れ様、トレーナーさん。夏合宿楽しかったね。ねえ、今日のお夕飯はどうしよっか。合宿所で用意されるものもいいけど、せっかくなら私が。うわっ、いきなりどうしたの？用事ってお仕事？私お手伝いしようか？トレーナーさん、夏合宿の間もずーっと頑張ってたし、少し休んだ方がいいんじゃないかな。おおそっかそっか。お夕飯を一緒に食べられないのは残念だけど、また今度ね。それじゃあ、お疲れ様。ボノにごちそう？だったら私らも混ぜてよ。いつもご飯作ってもらったりしてるし、お礼したい。私いい店知ってる。魚とかいっぱい売ってた。八百屋さんもあったし、そっちは私が行ってくるよ。肉系はあんたに任せていい？オッケー。他にもお礼したい子たちがいるだろうし、うち声かけてくるね。焼きそば、アヒージョまで。ちゃんこ鍋もある。私のため？実はね、日頃のお礼をするっていうボノのトレーナーさんに私らが乗っからせてもらったの。いつも美味しいご飯ありがとね。お礼したいってずっと思ってたんだ。ボノが作ってくれたご飯を食べると元気になれて、明日も頑張ろうって思えるの。いつもこっちばっかり嬉しくさせられてるしさ、うちらも喜んでほしいっていうか。みんな私今すっごく嬉しい。お腹もペコペコ。もういただきますしてもいい？もちろん。それじゃあ、せーの。いただきまーす。ボーノ、あっちもそっちもすっごくボーノ。みんなありがとう。トレーナーさん、ありがとう。美味しいって幸せだね。お腹いっぱい。今日は本当にありがとう。もちろん、とってもとっても嬉しかったよ。それとね、私分かったんだ。食べる側が込める思いのこと。いただきますって言うでしょ。きっとあの瞬間に最後の味付けが終わるんだね。ありがとう。嬉しい。そんな気持ちが集まって料理を完成させるの。たくさんの具材みたいにたくさんの気持ちがあって作られる。それがきっと真のちゃんこなんだよ。私はずっと美味しく食べてもらうことばっかり考えてて、食べてくれる人の感謝の気持ちとか無
視してたわけじゃないけど意識してこなかったなーって。だから「いただきます」をしっかり受け取ってみんなが心から満足したって思えるようにしたい。それでようやく「ごちそうさま」にたどり着くのかなって。トレーナーさん、私みんなを笑顔にしてあげられるようなちゃんこ鍋みたいなウマ娘になりたいって思ってたけど、それだけじゃなくて笑顔にしたいって思ってもらえるような、そんな真のちゃんこ鍋みたいなウマ娘にもなりたいな。本当？そっか、トレーナーさんはそう思ってくれてるんだ。トレーナーさんは私にとっての出汁だね。そう、私がちゃんこ鍋ならトレーナーさんは出汁。絶対になくてはならない大切なもの